皆さんこんにちは、アンリです。今日は金融の机に AI が常駐し始めた象徴的な3日間を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。ちょっと整理しきれないほどのニュースが5月5日から7日のたった3日間に同時多発で起きました。MUFG 三菱 UFG 銀行と Google が日本初のエージェンティックコマース金融基盤で組み、金融庁が地銀およそ100行に生成 AI を無償提供すると発表し、ニューヨークウォール街ではアンソロピックの CEO、ダリオ・アモデイと JP モルガン・チェイスの CEO、ジェイミー・ダイモンが史上初めて同じステージに立ち、クロードのマイクロソフト365、マイクロソフト365統合が GA になりました。さらに ARM の決算は純利益プラス 49%、日経平均は終値62,833円で過去最高を更新です。このニュース、実は AI ニュースというより金融とビジネスの未来図のニュースなんです。なぜならこれまでチャットボックスの中にいた AI が銀行の窓口、企業の経理、そして個人の決済の現場にエージェントとして常駐し始めたからです。 AI エージェントってよく聞くけど、結局自分の生活にどう関係するのと思われていた方にとって、この3日間はその答えが一気に出揃った節目になります。今日はまず MUFG と Google の提携、次に金融庁の地銀向け AI 提供、そしてウォール街でのアンソロピックの大構成、続いて ARM と日経平均の数字、最後に日本の私たちの暮らしと仕事が具体的にどう変わるかを順番に見ていきます。ではセクション1、5月7日の MUFG と Google の戦略提携です。 MUFG、つまり三菱 UFG 銀行と Google が日本では初となるエージェンティックコマースとエージェンティックペイメンツ、つまりエージェント型の商取引と決済の金融基盤を共同で立ち上げます。中身はシンプルです。これまでネット通販では私たちが商品を検索して比較してカートに入れ、自分でカード番号を打ち込んでいました。これからは AI エージェントが代わりに商品を選び、購買を補助し、決済まで自律的にやってくれる世界です。両社はこれを Google クラウド上の金融基盤として共同開発し、銀行レベルの信頼性を担保します。個人ユーザー向け特典も面白く、 MUFG に新規申し込みした方には YouTube プレミアム3ヶ月無料、フィットビットの提供、マネーツリーアプリへのヘルスケア機能追加が予定されています。銀行口座を開くと健康データやウェアラブルがついてくる時代です。これは単なるキャンペーンではなく、銀行は金融機関から銀行は AI エージェント越しに生活全体を見るプラットフォーム役割が変わるサインなんです。続いてセクション2、同じ5月7日朝刊の金融庁による地銀向け AI 無償提供です。金融庁は日本の地方銀行およそ100行に生成 AI を無償提供する方針を打ち出しました。これは大きなニュースです。地方銀行は規模も予算もメガバンクと比べ限られ、最先端の生成 AI を単独導入するのは難しい状況だったからです。今回は実証実験を FDUA、つまり金融データ活用推進協会という参加金融機関440社の業界団体に委託します。金融庁が安全運用ガイドラインを示し、共通基盤を整えた上で、各地銀が地域に合った独自サービス、例えば中小企業向け融資の予診補助、相続相談の元書き、地場産業の事業承継支援などを開発していく形です。地方の窓口でおじいちゃん、おばあちゃんが相談に来た時、教員さんの背中側に AI が常駐し、書類ドラフトや過去事例の紹介を瞬時に支援する、そんな絵姿です。地銀は地域経済の血流ですから、ここが AI で底上げされる意味は、東京で語られるエンタープライズ AI より大きいかもしれません。AI の恩恵が地域格差を広げるのではなく、縮める方向に動き始めた。その第一歩がこの100行への配布です。
次にセクション3、ニューヨークで5月5日に開催されたアンソロピックウォールストリートデーコール会デーの話です。これが本当に象徴的なイベントでした。アンソロピックの CEO、ダリオ・アモデイと JP モルガン・チェイスの CEO、ジェイミー・ダイモンが史上初めて同じステージに並び立ったんです。JP モルガンは世界最大級の投資銀行、ジェイミー・ダイモンはウォール街の顔です。2人が並んだということは、シリコンバレーの AI 企業とウォール街の金融帝国が公式に握手をした宣言に他なりません。発表内容も濃密でした。アンソロピックは金融サービスに特化した AI エージェントを10種類テンプレート化して公開します。例えば投資銀行向けのピッチビルダー、つまり提案書、ドラフト自動生成、コンプス、つまり類似企業比較分析モデル、GL レコンサイラー、つまり相関上限帳の照合、KYC スクリーナー、つまり本人確認と顧客審査などです。これらは銀行員が毎日数時間かけている作業そのもので、 AI が下書きし人間が承認する形に置き換わります。さらに同日、クロードオーパス 4.7 がニューヨークで発表され、マイクロソフト365との完全統合、ムーディーズのデータ統合、そして JP モルガン・チェイス自身が顧客になることも明らかにされました。そして翌日の5月7日、クロード4マイクロソフト365が一気に GA になりました。Excel、PowerPoint、Word が正式版になり、Outlook がパブリックベータです。マイクロソフトアプリ間でコンテキスト、つまり文脈が保持されるので、ワードで書いた提案書の数字が Excel に飛び、PowerPoint のスライドに反映され、Outlook でクライアントに送られるまで、クロードが一貫して伴走します。エカウイアイの発表投稿は、15,588ライクスを記録しました。これはマイクロソフト自身のコパイロットに対するエンタープライズ市場での真っ向勝負です。セクション4、数字で見る金融と AI の蜜月です。情緒的な数字を2つご紹介します。1つ目は ARM の2026年1月から3月期決算です。純利益3億1300万ドルで前年同期比プラス 49%、売上14億9000万ドルでプラス 20%、四半期として過去最高です。株価はこの1ヶ月で約6割、つまりプラス 60% の急騰です。ARM の CPU 設計は AI データセンターの CPU として急速にシェアを伸ばし、 NVIDIA の GPU を補完しています。 ARM はソフトバンクグループ、つまり SBG の連結子会社で、5月12日の SBG 決算の前夜の主役といえる存在です。2つ目は日経平均です。5月7日の終値 62,833 円84銭、過去最高値の更新です。連休明けの相場は AI 半導体相場が再転化する形で、フィラデルフィア半導体株指数 SOX 指数も3月末ボトムから4月22日までプラス 38.7% という強烈な戻りを見せました。七望では日経平均6万円定着が現実的に議論され始めています。さらに5月4日にはアンソロピックがブラックストーン、ヘルマン&フリードマン、ゴールドマン・サックスとの間で総額1500億ドル、つまりドラル 1.5 ビ規模のジョイントベンチャーを発表しました。各社およそ300億円ずつ、ゴールドマン・サックスは150億円、さらにアポロ、ジェネラル・アトランティック、GIC、セコイアも参加し、コンサルティング業界に殴り込みをかける布陣です。AI が金融、コンサル、決済、データセンターまでお金が流れる場所すべてに同時に染み込んでいる景色がこの数字から見えてきます。最後にセクション5、私たち日本の視聴者にとって何が変わるかです。日本国内ではすでに具体的な実例が動いています。一つ目はマネーフォワードのコワークで、
2026年7月提供開始。これまで6日かかっていた確定申告作業が3時間に短縮されると公表されています。マネーフォワードは ARR、 つまり年間経常収益150億円を目標に掲げます。2つ目は横浜銀行のモビボイスで月1600件の証明書発行業務を自動化し、応対時間を5割削減しています。地銀の現場です。でに AI エージェントが常駐し始めているということです。3つ目はソフトバンクのサラシナで6月から東日本データセンターでの提供が始まります。日本語モデルを国内インフラで日本企業に届ける布陣が整います。これらが今日の主役ニュースとどうつながるかというと、 MUFG と Google の提携、金融庁の地銀向け AI クロードフォーマイクロソフト365が共通の方向を指しているということです。それはAI はもうチャット画面の中だけにいない。銀行の窓口にも確定申告ソフトにも Excel の中にも Outlook の受信項にも当たり前に座っているということです。私たちが今日からできることは2つあります。一つはオフィス系とマネーフォワードのような SaaS が近く AI 機能を標準で持つ前提で業務フローを見直すこと。もう一つは地銀や信用金庫を使っている方はこれからの半年から1年で窓口対応や融資判断のスピードが目に見えて変わる可能性が高いので、その変化に注目することです。まとめます。5月5日から7日も3日間で MUFG と Google が日本初のエージェンティックコマース基盤を発表し、金融庁が地銀100行に AI を配り、ウォールストリートでダリオ・アモデイとジェイミー・ダイモンが初共演し、クロードフォーマイクロソフト365が GA になり、ARM がプラス 49%、日経平均が62,833円の最高値をつけました。AI は使う道具から常駐する同僚へと、その立ち位置を完全に変え始めています。私たちはその境目を今リアルタイムで目撃しているんです。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。